生存率わずか3日、ロシア軍がいかに下道な戦術を使っているかについて解説していきます。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢、政治、外交、軍事、これらの総合的なニュースとして皆さんに情報をお届けします。地上波のニュース報道では、ウクライナ情勢についての新たな情報はなかなか報じてくれません。このチャンネルではそうしたウクライナ情勢についての詳しい解説を行っているので、ぜひともチャンネル登録をお忘れなく。今回取り上げる順番は、まずは政治外交、そして軍事の話へと流れていきます。冒頭で言った生存率3日の話については後半となりますので、最後までぜひとも動画をご視聴ください。まず最初に取り上げるのは政治外交のニュースから NHK の記事。スイス・ジュネーブで行われていたロシア、アメリカ、ウクライナのこの3者協議は終了しました。しかし、実りあるものではありませんでした。これは予想通りです。この件に関して、ロシアメディアはメジンスキー大統領補佐官の言葉をこのように伝えています。協議は困難だったが実務的だったと述べた上で、次回の協議が近く行われる見通しだと明らかにしました。一方、ウクライナのウメロフ国家安全保障国防会議書記は、進展はあったと述べたものの詳細は明らかにせず、引き続き和平に向けた実務的な作業を進めていくとしています。今回の和平協議に関してゼレンスキー大統領は、ウクライナへの譲歩要求は公平ではないと述べています。圧力の矛先がロシアではなくウクライナに向かっているとして不満を示したということです。トランプ大統領にとってロシアよりもウクライナに圧力をかける方がたやすいかもしれないが、永続的な平和を作り出す方法はプーチン大統領に勝利を与えることではないと述べたということです。これはゼレンスキー大統領も言っていることですが、そもそも侵略しているのはロシアであり、そのロシアに対して利益を与えて、この戦争を終わらせようというその試みそれ自体が国際秩序を破壊することになります。トランプ大統領自身がこうした国際秩序の維持には全く関心がないといったところも大きな問題でしょう。なお、こうした和平協議が行われている間、ロシアの遠距離攻撃は続いています。ただしそこには、ほんの少しだけトランプ大統領に対する配慮があります。和平協議が行われている時というのは、ロシア軍のウクライナに対する遠距離攻撃も減少するのです。激しい時には1日、ミサイルと大型ドローンの合計数が800から1000に達するような状態もあるのですが、和平協議中は半分以下の合計で400から500程度まで抑え込んでいるのです。そのように、あたかも遠慮がちな攻撃を見せかけることによって、トランプ大統領に対して自分たちが和平協議に前向きであるかのような偽装をするわけです。ただしこれに関して戦争研究所は、こうした和平協議中の攻撃減少はあくまでも弾薬を貯めているだけであり、結局その後の攻撃へと使われることから全く何の意味もないとしています。しかし、こうした非常にわかりやすい出任せであってもトランプ大統領には非常に有効であるといったこともこれまで証明されていることから、プーチン大統領は今後も見せかけの和平協議への参加といったものを続けるでしょう。この話を聞いて皆さんにしてみれば、いや、そんなわかりやすい出任せに騙されるような人がアメリカの大統領であるはずがないと思うかもしれません。しかし、これまでそうして騙せてきたからこそ、現在でもトランプ大統領はロシアに対する圧力ではなく、ウクライナのゼレンスキー大統領に対して交渉の席についていないのはウクライナだ。ウクライナこそ大幅な譲歩をすべきだと何度となく迫っているのです。一方でウクライナ側はこうしたロシアによる攻撃に対して戦術を進化させています。攻撃側と防御側には一つ大きな問題があります。それは攻撃する方が攻撃目標を選べますし、攻撃手段にしても安い値段で攻撃が可能です。例えば大型突撃ドローンシャヘドよりもそれを撃墜するためのミサイルの方が高額であるといったことが問題になっています。しかも、大型の突撃ドローンは量産がしやすいものですが、ミサイルについてはそんなにドカドカと作れるようなものではありません。高性能な兵器であればあるほど、作るのには非常に様々な部品が必要であり、製造も時間がかかります。こうした問題を改善するためにウクライナが取ったのは、高性能なミサイルではなく、もっと安い価格のロケット弾を用いて、大型の突撃ドローンを撃墜しようという試みです。ウクライナ軍が使用し始めた西側製の戦闘機 F16 戦闘機。この F16 戦闘機によるこれまでのドローン対策というのは、
空対空ミサイルを使うものでした。これはどうしてもロシア軍の兵器よりも高額なことが多く、決して持続性のあるものではありません。これに比べて今回使用されたのは APKWS レーダー誘導ロケットと呼ばれるもので、従来よりもずっと安い値段で調達できることから、ロシア軍の遠距離攻撃に対して有効な対抗戦術になると見られています。また、ミサイルだけではなく、ウクライナ軍のパイロット自身の技能も上がってきたことから、銃撃による撃墜といったものも映像で捉えられています。ウクライナ軍が使用し始めた F16 戦闘機については、ちょっとした噂が流れました。それは、欧米の F16 戦闘機パイロットが退役した後、義勇兵としてウクライナ軍に参加しているという話です。これは、ベテランの F16 戦闘機パイロットであっても、当然いつかは退役する時が来るわけですから、技能は間違いなく持っています。そのような人物が義勇兵としてウクライナ軍に参加すれば、それは非常に即戦力として活躍することもできるというわけです。ただしこれに関しては、ウクライナ当局はそういった話は聞いたけれども、実際の話ではないと否定しています。ウクライナ空軍外国人 F16 操縦士に関する情報を否定。ウクライナ空軍司令部は、外国籍の操縦士がウクライナ領空の防衛に参加しているとするフランスメディアの報道を否定した。そのようなメディアについてこれまで聞いたことがあるだろうか。私は昨日初めて知った。そこから実に興味深い情報が現れ、すぐに情報空間に広まった。すぐには否定しなかったとも指摘した。ウクライナ当局者は、この情報の拡散は敵の反応を見るためだったと説明した。ウクライナ人操縦士は、パートナー諸国から提供された機体を使用して驚異的な成果を上げていると強調した。私たちウクライナの操縦士は、友好国から提供された機体を非常に巧みにかつ効果的に使用できており、外国人たちが驚くほどの成果を見せていると指摘した。今回の件に関しては、ウクライナ当局はこれで正式に否定したことになります。ただし、本当にそうなのかという点については定かではありません。ウクライナ人パイロットたちはこれまで旧ソ連製の戦闘機を操ってきました。そして F16 戦闘機の操縦を行うために支援してくれる国々にパイロットとして転換訓練を行って、そして国へと戻ってきました。そうした意味では、まだまだベテランパイロットとは呼べないような状況です。ですから、もっともっと F16 戦闘機のベテランパイロットたちが世界中で退役軍人として存在している以上、これらの人たちの中から実際にウクライナに参加したいと申し出た人がいたとしても何の不思議でもないのです。F16 戦闘機についてはパイロットも整備士もそれぞれ欧米において訓練を受けて、そして戻ってきた人たちが担っているとされています。ただし助言については受けているという話ですから、欧米の関与が全くないわけではありません。今回低価格のロケット弾でロシア軍の大型突撃ドローンを撃墜できたという事例ができたわけなので、これはいかにして繰り返し行って、ロシアの攻撃を無力化させていくことができるかどうか、これから大事になります。続いてはロシア軍の下道な作戦について取り上げていきましょう。これまでもロシア軍は様々な非人道的な作戦を繰り返し行ってきました。そのためにちょっと口に出すのもはばかられるような表現、例えば肉引き機のような作戦といったものも行われてきました。その対象となったのは、まず最初に刑務所に収監されている重犯罪者たち。これに関しては、2022年段階から始まったものであり、別に今に始まった話ではありません。その後、ロシア国内における貧しい人たちをどんどんとお金で釣って戦場へと送り出すといった構図をとっています。ロシア国内における貧富の差は非常に激しく、ロシア西部の大都市モスクワやサンクトペテルブルクに住んでいる都市住民は非常に高い給与水準にありますが、その他の地域、地方における給与水準は非常に低く、都市部の人たちに比べれば給与水準が3分の1、4分の1といった状況になっている人たちも非常に多くいると言われています。そのような人たちに対して、都市住民ですらちょっと高いなと思えるような給料を掲げることによって、地方の貧しい人たちがお金目当てに軍に志願するという形で、ロシア軍の兵士は補充され続けてきました。ただしそこにも当然限界はあります。そこで現在、ロシアがより力強く行っているのが、海外からの使い捨ての兵士の調達です。日本国内においても大きな問題として報じられているのが、出稼ぎ労働者の問題です。
非常に美味しい商売がありますよ。こんなに楽に、こんなに高い給料がもらえますよ。といったうまい話といったものが世界各国に出回っています。これらはほとんど犯罪組織によって行われていることがほとんどで、実際に行ってみたら奴隷生活のようなものが待っていて、犯罪に加わることになってしまったなんていう話も今や珍しくありません。そうした犯罪組織のメンバーというのは、非常に腐った政府との結託によって一つの犯罪村を形成することすらあります。今回はそうした手法といったものをロシア当局者自身が使うことによって非常に簡単な仕事が非常に高い給料でできますよと世界各国に触れ回り、それに釣られた人たちを兵士として動員し前線へ送ってしまうという問題があります。平均生存期間3日、人間地雷探知機としてロシアに売られる東南アジアの若者たち、高額給与の言葉に騙され、ロシア軍に入国と同時にパスポート没収、最前線へウクライナ軍のいち早く目的のおとり。ウクライナを侵攻しているロシアが東南アジアの若い若者を誘い出し、人間地雷探知機として前線に投入していることが分かった。派兵中の北朝鮮軍を肉弾戦術に動員し、今度は南半球の発展途上国にまで手を伸ばしているようだ。ロシアは世界の貧しい若者の命を安く買い取っていると批判も相次いでいる。これはオンライン外交雑誌ザ・ディプロマットが報じたもの。ロシアは東南アジアを拠点とするネット詐欺組織の手口を使い、多くの戦闘員を少しずつ集めている。経済的な理由でロシアへの移住を希望する東南アジアの若者の交流サイトに約31万から35万円の給与とロシアの市民権を提供すると持ちかけ接近しているという。ロシアは人口減少と労働力不足で外国人就業のハードルが低く、東南アジアの貧困層に人気が高い。ブローカーは若者たちがロシアに到着すると、同時にパスポートとスマートフォンを没収、ロシア語の文書への署名を強要する。表向きは清掃業務契約書と言われるが、実際はロシア軍への入隊志願書だ。被害者の多くがロシア語のわからないことを悪用している。この多くの若者たちは、わずか1週間ほど訓練を受けて最前線に送り込まれ、ミートグラインダー、肉引き機戦術と呼ばれる消耗戦に投入されている。ロシア軍は彼らを宮地機、小さい信号と呼んでいるという。敵が射撃する位置を把握するために最前線でおとりになるか、地雷が埋められた場所で戦闘を歩かせる人間地雷探知機になるという意味だ。ロシア訪問したケニア人陸上選手、仕事と騙され、遺体転がる戦場へサインしたのは死刑宣告書だった。軽んじられる契約兵の命。スポーツイベントに参加しに来たのに戦場に連れて行かれるなんて、ロシア軍兵士として捕虜になったケニア出身のエヴァンス・キベットは、ウクライナ西部リビウ郊外の戦争捕虜収容所で力なく語った。母国ではプロの陸上選手だった。昨年8月、ロシアの団体主催のアフリカ諸国のスポーツや文化を紹介するイベントに招待され、ロシア西部サンクトペテルブルクを訪れた。イベントには約20人のアスリートが参加し、キベットはケニアでの食事やトレーニングなどを紹介した。終了後、一人のロシア人男性に声をかけられた。仕事を紹介するよ。空港で出迎えてくれた人物で、主催者側の信頼できる人だと思った。ロシア語の書類は読めなかったが、月給約38万円で警備員の仕事と聞きサインした。苦しい経済状況で16歳の娘を育てる身には魅力的だった。連れて行かれた職場は軍事基地。訓練に参加させられ、5日後には行き先も告げられないまま、どこかの林に連れて行かれた。戦場だった。部隊では言葉が通じず、上官や他の隊員との会話はない。背中を強く押されると、それが前進の指示だった。腐乱したロシア軍兵士の遺体があちこちに転がり、頭上にはドローンが飛び交う。逃げ道はなかった。ロシア軍の契約兵となったケニア人陸上選手のエヴァンス・キベットは命令通りに敵地に向かって歩いた。すると、ウクライナ軍のドローンが爆弾を落とし始めた。部隊はチリチリになり、キベットも無我夢中で走った。少しして周りを見ると誰もいない。無線機も与えられておらず、戦場の真ん中で迷子になった。ロシア軍とウクライナ軍がどっちの方向かすらわからない。だがここでのたれ死に、足元で散乱する遺体のようにはなりたくないとの一心で歩き続けた。3日間さまよい、疲れ果てた時、無人機が再び飛来した。
走って逃げ、発見した塹壕に飛び込むと、そこにはウクライナ兵がいた。殺さないでくれ。両手を上げるキベットに兵士らは水を差し出したという。キベットは自分がサインしたのは死刑宣告書だったと悔いる。それでも足を失わずに生き残った。ケニアでまた走りたいと目を赤くした。このようにして高い給料で釣るということそれ自体は変わらないわけですが、ロシア国内にアスリートとして招待した人ですらこのように騙して戦場送りにするという、まさに下道としか呼べないようなことを行っているわけです。たまたまこの人は陸上選手で非常に体力的にもあったことから走って逃げ回って、そして最終的にはウクライナ軍の塹壕陣地に飛び込んで助かるという、ちょっと数奇な運命をたどりました。ただしこの後すぐに帰国できるというわけではありません。なぜならば、ウクライナ軍としては捕虜として捕らえたこの人物を捕虜交換という形でロシア軍に捕らえられた仲間を取り戻すのになんとか使いたいからです。ところが、ロシア軍はこうした外国人の捕虜に関しては、もう自分たちには関係ない、そっちで何とかしてくれという形で全く取り合ってくれないんだそうです。そもそもこれらの人たちが生き残ってロシア側に戻ってしまうと、それこそ払ってない給料を払え、そして騙されたんだぞというようなことを訴えることから、彼らロシアにとっては不都合な存在になっているわけです。ロシア軍による侵略はこのようにして兵士を失ったのであれば、騙してでも世界中から貧困層をかき集めて戦場送りにしようということを国策として進めています。一方でこのようなロシア軍の侵略を受けているウクライナですが、支援する国々の中には日本もいます。日本が今どのような動きをしているかについても紹介しておきましょう。産経新聞の記事より、日本が NATO のアメリカ兵器供与枠組み PURL 参加へ、ウクライナは日本製兵器供与に期待。NATO のパートナー国である日本が米国製兵器を購入してウクライナに供与する NATO の枠組みウクライナ優先要求リスト PURL に参加することを決めた。近日中に発表する見通し。PURL は昨年1月に発足した第二次トランプ政権がウクライナへの新規の軍事支援を取りやめたのを受け、NATO がアメリカに働きかけて同年7月に立ち上げで合意した。NATO 加盟国が資金を拠出し、ウクライナが直ちに必要とする防空システム、パトリオットなどの米国製兵器を購入してウクライナに供与する仕組み。PURL 立ち上げからの半年間で、加盟国間から約6900億円の拠出表明があったとしている。日本と同様に、NATO 非加盟のオーストラリアとニュージーランドは2025年12月に参加済み、日本の参加でインド太平洋地域のパートナー国の足並みが揃うことになる。一方、ウクライナは日本政府に PURL の枠組みで非殺傷兵器の供与を要請済みであると明らかにした。非武装の車両やレーダーを念頭に置いているとみられる。アメリカ製の兵器を買ってそれをウクライナに供与するという枠組み、これに日本が参加すると聞くと、左翼やリベラルの人たちは、それこそ侵略に加わるのかみたいな形で話をし始めるわけですが、これは侵略されている側のウクライナに対する支援であって、ロシアに対する支援ではありません。また、日本の平和主義者の中には、防衛戦争と侵略戦争の区別がつかず、侵略を受けている側のウクライナに対しても武器を捨てろと要求する場面があります。しかし明らかに国際法違反の軍事力を使って侵略しているのはロシアです。この点を押さえておかなければ、このニュースについて誤解を生んでしまうでしょう。なお、ウクライナ側からの要望があった非殺傷兵器というものも、ある程度日本の事情を踏まえた意見だと言えるでしょう。今回の枠組みで言っても、基本的には防空体制を強化するためのかなり防御的な面での参加であり、何か非難されるような話ではありません。ロシアによる侵略を少しでもくじこうとするこの試みは、結局のところ国際秩序を破壊する側の意図をくじくことにもつながります。言葉だけで非難しても、軍事力で侵攻している相手を止めることはできません。だからこそ抵抗を続けているウクライナに対して支援することによって、侵略することには何のメリットもないということをいかにして示すか、それこそが結局後に続く事例といったものを防ぐことにもつながるわけです。話し合いというのは確かに必要なものですが、決して万能なものではありません。話し合いさえすれば戦争なんてなくなるというのはあくまでも理想論の話であって、現実においては軍事力という背景があったからこそ話し合いが通じる、そうした相手も現実にいることを私たちは理解する必要があります。ロシア軍は侵略を継続するために
自国民だけでは飽き足らず、海外の貧困層を引っ張ってくるということをどんどんと本格化させています。どんなに高い給料で彼らを誘い込んできても、結局彼らの命は一瞬にして奪われるわけで、最初に約束したお金を払うこともありません。犯罪組織よりもさらにより凶悪な行動であり、このような国が国際秩序を乱しているというのは明らかでしょう。皆さんはこのようなロシアの侵略に対してどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見終わった後は評価ボタンのクリックをお忘れなく。そして私の活動を支えてくれるという人は、ぜひともメンバーシップへの加入もよろしくお願いします。そして、これまでもメンバーシップへの加入を継続してくれる方はありがとうございます。皆さんのおかげでこのチャンネルは活動を継続することができています。これからもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。